小鳥ちゃん、はーい。何やってんの？今ね、セカンドバイクで125のスクーターをね、ちょっと考えてんの。125スクーター乗るの？うん。この間気にしたもんね。はい。で、今ちょうど鈴木から、この新しいアドレス125とアベニス125、この2つが今年ね、発表されて、ついに発売されたので、どっちがいいかなーって今悩んでるんだけど、どっちがいいかな。お任せあれ。私森山博2台用意しました。やったー。それでは行ってみましょうか。さあ用意しました。はい。2台のマシン。こちらがアベニス。はい、こちらがアドレス。はい、アドレス随分丸っこくなりまして。丸っこくっていうか、おしゃんな形になりましたね。おしゃん。はい。そうですよ。だから私スポーティーにアベニス。アベニス。小鳥ちゃんはちょっとおしゃれに。はい、可愛くアドレス。もうまさしくこうやって選んでくれればいいんじゃないの？はい。いいんじゃないの？見た目で選ぶのが一番いいと思います。本当ですね。はい。だけどせっかく2台あるんでね。実際に。まあ実際に走ってみてどんなところが違うかはね、走りの方も体験してみたいと思います。それではちょっと行ってみましょう。どうぞ。さあ実際に走ってみてどうでしたか？そうですね、やっぱり前回初めてねアドレス乗った時に思ったのと同じように125のスクーターがねとってもね便利楽しいはい本当にね手軽に、特に街中、都内のですね、裏路地とか、もう本当に裏路地をストップ&ゴーがしやすくていいですね。はい。でこの2台の違い、この2台の違いデザインはね、散々私の方で1回放送したんですが、デザイン以外に違いで走りどんなところ違いましたか？ですね、一応エンジンは一緒なので、最大出力最大トルクはともに同じなんですけど、ただね丸山さんとちょっと交互に乗ってみた感じ、気持ちねアドレスの方がなんかねちょっとパワー感トルク感、スタートはねグイグイって出してくれる感じがあった。スタートのレスポンスは実際にはですね、アベニスの方が若干軽くスッと出るようにはしてるんだけど、その後のトルクの乗りはアドレスがいいような感じ。これ多分セッティングによって同じ馬力なんだけど、スッとつながりよくね、出るのがアベニス、そしてアドレスの方がその後ギューッとこう伸びてくるような感じで、実質的な馬力は同じなんだけど、ちょっとこっちの方がシャープにセッティングされているというふうに言われていたんですが、実際に乗り換えて何度かね、ビュンビュンってやってみると、本当にもう開け出しの雰囲気だけかなとは思いますね。そうですね。これだから走りにはね、俺はそんなにパワー感とかそういうのはよほど今回みたいに比較でもしない限り、あまり違いを感じない。そうですね。はい。より違いを感じたのはね、ちょっとしたポジションかな。そうですね。あと足つきの感じとか、一応シート高がそっちのアベニスの方が780でこっちが770になってるので10ミリ違うので、気持ち低さはあるんですけど、それよりもねちょっとシートがこっちの方がそもそも細い、そこを細くして足を落としやすくなってますね。前に行った時に足を下ろしやすくなってる。私としてはねそんなに変わんないんですが、でもやっぱりちょっと後ろにグッてずらした時にこっちは太くなるかなって感じでね、これちょっと乗り換えてみる？そしてこの切り欠きで実際にね足ここつきやすくなってるんです。そうですね。そっちのアベニスの方は足を落としやすくなってるんですけど、アドレスはねそういうのがあんまりないんですけど、元がさっき言ったようにシートの先端がちょっとスリムになってるので、私はアドレスの方が足つき性がより良いなと感じましたね。やっぱり前が細い分、ちょっと
ちょこんと前に乗って乗る感じがね、いいよね。アベニスの方がなんかね、もうぐっと構えてビューってこう飛ばすようなね、腰を引いて乗る感じがします。そうしたいんですけどね、私ね、アベニスだと足つかないのよ。ちょっとでも後ろ乗っちゃうと。そうなんだ、そうなんだ。はい。そこはね、だいぶ違うかな。はい。でね、ポジション的にはまあそこの違いがあるんだけど、ハンドリングに関してはね、このね、このちょっと切った時の感じ、少し切った時の感じ、やっぱりね、メーター周りがこっちアナログでしょ、そして大きなヘッドライトが上についてるっていうのと、ちょっと重さが、あとね、これフロントエンダー、これ金属、でこっちプラスチックなんです。こっちの方がなんかこう、なんていうかな、ちょっとおしゃれ感もプラス、丈夫さ、インドの方で売る時には丈夫さが勝負だっていうんで、ここ金属でできているので、実際ね、ちょっとこうステアリングを持った時の、このね、重さがある、そしてこっちの方が逆に軽さがある分、ステアリングのね、動きが軽いかなって形で、よりやっぱりシャープな動き、キビキビ感と、そして若干ね、こうね、安定感のあるアドレス、そんな違いがハンドリングにはちょっと見られたかな。そんなところがいいかなって感じがしました。あとは乗った感じで一番こうライダーに一番目につくのがやっぱメーター周りですね。でこっちのアドレスの方は今までのモデル受け継いでアナログメーターなんですけど、一応ねちょっとだけ小さいデジタルメーターが今回ついたんですよね。これなんだろうな、やっぱりね、スクーターに乗ってて、この大きなアナログメーターは、自分で乗ってても、若干こうおしゃれ感というかね、まあおしゃれ感っていうのかな、バイク乗ってるぞみたいな雰囲気と、でもそっちはやっぱデジタルなんで、やっぱスポーティーさがあるよね。だってスポーツバイクのメーターと同じような形になってるよね。今時スポーツバイクだとこれタコメーターになっちゃうから、アナログメーターだと少し雰囲気を重視していて、でもデジタル時計がついたのはそうなんですよ。前回のアドレス乗った時にね、ザ・シンプルな、メーター自体は私すごい気に入ったんですけど、バイク乗ってる時に時計がないのはちょっとなって、腕時計してれば済む話なんですけれど、あとはデジタルメーターの方が多彩な情報が見れるところはやっぱり、同じメーターでもやっぱり小さな画面で多彩な情報を見れるので、そこは好みによると思うんですけど、ただ今までみたいなスピードメーターがアナログの方がいいっていうんであれば、やっぱりそこはアドレスを選んでいただいたらなと思います。そうですね。あとはね、今エンジンのパワーフィールは先ほどお伝えした通り、ハンドリングに関してはこちらの方が若干安定感、シャープさのアベニスって形になりました。ブレーキフィーリングに関してはね、両方ともやっぱりね、これ比べてもそれほど変わらないですよね。一応リアがフロントリアのコンビブレーキっていうことなんですね。そうですね。今回両方ともつきました。これはね、やっぱりね、スクーター乗ってる人は危ないと思ったらガンってこうガンって両方握るわけですよ。これのなんだろう、こう前をどのぐらいかけなきゃいけない、リアをどのぐらいかけなきゃいけないっていうよりは、はっきり言って左手を思いっきりかけてればすごくよく止まる。でフロントブレーキってするこっちをね、かけると、なんだろうな、もうちょっと力は足らなく、やんわりな感じがするんだけど、結局は両方思いっきり握ってしまえば、ものすごくしっかり止まる。これはアベニスもアドレスも、ほぼ変わらない。ただアベニスにはロックレバーがついてるんだよね。そうなんですよね。停車時に、タイヤをロックしてくれるので、坂道に、今みたいな坂道に停車した時の、もうちょっとロック飛行がほいほい、できた。という、慣れればできます。なぜか同じコンビブレーキなのにこっちはついてないのはちょっともったいないなと思うんだけどね。これはね、本当はつけてほしいな。あとこのライトの明るさあるじゃない。これエコ運転かどうかのやつですよね。これちょっと派手すぎると思わない？それ思いました。走ってて、めっちゃ青が目立つんですよ。だけどこれ夜になると調光してちゃんと少し暗めにとか。ちょっとね、夜に走ったらどうなのかなって、今日まだちょっと昼にしか走ってないんですけど。昼間だって明るいもんこれ。明るい。だけどここもちょっとポイントかな。新しくなった
アドレスのね、はい、そんなところがいいかなと思った。あとはね、せっかく2人で、はい、乗ってきたので、タンデムやってきました。やってきました。タンデムお互いにね両方乗り換えて行ってきたんですが、はい、俺、普通にこのでっかいグラブバーこっちの方が握りやすいだろうなと思ったんだけど、これ意外と握りやすい。はい、アベニスの方が位置がちょうどいい。そう、位置がちょうどいい。あとね、アベニスの方がタンデムした時にここが狭い感じがする。でタンデムっつったらやっぱりこうぴったり密着がねいいと思うので、ここのね、意外と広さがぴったりに感じて、段差があるからなんて言うんだろうな、ちょっと離れた感があるのかなと思ったら、逆に言うとこれはねちょっと狭い感じがして密着する。でその時にいいところにグラブバーがある。でアドレスの場合はね、すごく広く感じて、逆にもうちょっと大柄な人がゆったり乗っても大丈夫で、で乗る位置をあんまり選ばないみたいな。そうですね、あんまりシートが、完全なフラットではないけど、フラットに近いので、ライダーと、タンデム後ろに乗る人が、でもねタンデムの方が、アベニスの方がタンデムの時に座り位置を選ばなくて済むので、私は本当にこっちの方が、大柄小柄関係なく、いいのかなって感じましたね。あとこっちはアドレスの場合はゴムのステップ、タンデムステップね。でこっちはこうスポーティーなアルミのステップでしょ。でもすごくね広く、結構後ろの方に乗ると、後ろの方に乗るとっていうのと、あとはね加速した時に、このグラブバーの後ろがあると、加速に耐えられる。そんなすごく加速するわけじゃないんだけど楽に持ってられるなっていうのが、アドレスの方のいいとこで、タンデムするんであれば、いや最初ねタンデムするんであればアドレスと思ったんだけど、アベニスにアベニスの意外とこう密着感のある、俺はタンデムで、意外とこのグラブバーも全然持ちやすい位置にある。ただデザイン重視で後ろにはないというね。そうですね。あとここにキャップもあるし、あと今回どちらもそうですけど、給油口が外にあるので、シートを開けなくて済むってところがいいなと思いました。そこはね良くなったんですよね。ただゆくゆくなんだっけ、トップケースをつけるとなるとどう干渉してくるのかなっていうのは、そこちょっと気になりましたね。アドレスの場合はすでにオプションでトップケースのねステイがついているので、ちょっとねトップケースが上の位置になるんだけど、でも実際このキャップはトップケースの下から普通に出せるので、荷物の出し入れ、そして後ろに荷物が乗ってる時なんかも含めてちゃんと給油ができますよっていう。ただ若干この給油キャップですね、キャップを外して取らなきゃいけない。くっついてないんです。つける時も若干こうちょっと押しながらやるのがコツがいるかなっていう、これが一つちょっとコツがいたかなって感じがします。アベニスの場合の給油キャップは実際には後ろの鍵穴をして開けるとポコンって開くので、これはいいよね。そうですね。給油キャップね、私は離れない方が給油の時しやすいなと。全然いいね。でエアプレーンタイプのかっこいいスポーティータイプでしょ。ただここにトップケースが乗るとなると、一体どんなトップケースなのかなっていうね。結構俺は離れたトップケースになるんじゃないかなと思う。上の位置にないとここにガソリンのホースが入らなくなっちゃいますよね。実際にはね、私もまだオプションのステイを見てないので、どういうタイプがつくかわかんないんだけど、でもねアベニスだったら、俺はトップケースなしで乗りたいかな。スタイリッシュにスポーティーにっていう、そのコンセプトを崩さないで乗りたいですね。乗りたいからここにねエアプレーンタイプがあって、アドレスだったらね、ここにちょっとトップボックスをつけて、2人乗りでね、結構重宝に使うタイプがいいかな。もう一つでもね、ちょっとここのポケットの使い勝手が、実はアドレスは一つの大きな深入れポケット、それに対してアベニスは2つのポケット、1つはカバー付き。1つは普通に、アドレス同様に 500ml のペットボトルが入るサイズなんですけど、こっちのね蓋付きがあるっていうのが、鍵付きではないんですけれど、ちょっと
そこだいぶ違うよね。だいぶ違いますね。入れられるものも、あと、今回丸山さんも以前紹介してたんですけど、電源 USB 電源が両方に2シャツともつきましたね。ちゃんと USB 電源が取れるということですね。そこは良かったかな。極端な話、こっちのアベニスでしたら携帯を、ナビとして使う場合はさすがにあれですけど、携帯をこの中で充電したまま走ることも可能なので、携帯が走行中に飛んでどっか行っちゃうこともないし、そこはね、アドレスにも欲しかったかな。もしくはなんだろう、右サイドにも蓋がなくてもポッキがあると嬉しかったかなとはちょっと思いましたね。本当はね。さあそんなところでね、そろそろ、小鳥ちゃんのお悩み、一番最後の前の振りがありましたけど、125のスクーター買うんだったら、アドレス、アベニスどっちがいい、どんな人にどっちをおすすめと言ったら、これなんて一番先に答えます？そうですね、今手元にあるこっちのアベニスですと、ちょっとデザインが今回シャープになって登場したので、今まで通勤快速っていうとアドレスって長年ね、親しまれてきたと思うんですけど、今回アドレスのデザインが大きく変わってちょっとおしゃれなデザインになったので、通勤に使うとか街中をヒュイヒュイっと移動するんであれば、こっちのスポーティーでシャープなデザインになってるアベニスかなと思います。でこっちのアドレス、今回出たアドレスを乗るんでしたら、どっちかっていうと平日にピュンピュンと走るよりは、休みの日に、休日にちょっとおしゃれに、あんまりねラフな格好でとか私服でおしゃれな格好でっていうのはちょっと難しいんですけど、バイクは私たちはねある程度プロテクション欲しいなって思ってるところなので、ただ休みの日にねまったり楽しく出かけるんであれば、今回のアドレスのデザインとか、本当だね。ずいぶんね雰囲気を作ってくれたと思いますよ。私も思うのは、通勤とかでね、通勤2人で行かないじゃない。行かない。もう1人だったら、このアベニスでね、ビュンビュンとこうね駆け抜けていく、とにかく目的地にあっという間に着く、それも毎日のね使い勝手を含めてっていうんだったらアベニス、あとはね若い子たちがみんなで集うスクーターでねビュンって集まってきて、なんだかんだこうワイワイっていう雰囲気だとこっちなんだけど、こっちはね、やっぱりもうちょっと大人な雰囲気、大人な雰囲気が、これも集いはあると思うんだよね。アドレスの集い、アドレスでみんなで集ってくる。でもそこにはね、本当にガチバイク用品というよりは、もう少しラフなスタイルでも似合う、アドレス125っていうので、だいぶアドレスの俺のイメージは、今回乗ってみてやっぱり変わったかな。変わりましたね。本当に私も全モデルと比べると、ザ通勤快速が、鈴木さんの方からも出てたんですけど、コンセプトが通勤快速から通勤快適って書いてあったんですよ。快適なんだね。快適におしゃれに走るっていう風にちょっとイメージを刷新してきたなって乗ってより感じました。あとは特にその2人乗りをね、結構する人は、俺はアドレスの方がゆったりまったり広々と乗れるかもしれない。そういった意味ではアドレスの方が2人乗りをする機会が多い人は、アドレスを選ぶっていうね、あとはトップケースをさらにつけたいっていう人もアドレスを選ぶんじゃないかなという形で、今までのアドレス、私の中ではアドレス V100、もう通勤快速、もう通勤快速、通勤特急みたいな感じはねアベニスに任せて、おしゃれなアドレスが登場しました。初代通勤快速がアドレス V100 なんです。アドレス V100 が早いよ。早いよってか、もっとちっちゃいのよ。もっと小柄でもっとスイスイいけるってことですよね。パワーとかではなく、実際乗ってみると、アベニスの方がちょっと大きくは感じるんだけど、感じますね。シャープでなんかこうとんがってるのに対してこっちが丸みを帯びてるから、そうかもしれないね。でもアベニスのが2キロ重たいんだよね。2キロ重いだけ、アベニスが107で、アドレスが105キロなんで、ただ乗った感じそんなにどっちが重いどっちがすごい軽いっていうのは感じなかったです。そのステアリングのねちょっとこの動かし方の雰囲気以外は普通に
押して歩いて引っ張ってバックして U ターンくるくるしても、まあそれほど変わらないんでね。あとどっちにしても125のスクーターだとよくステアリングが切れること切れること。そうだね。はい。もう本当にあっと思ったら U ターンだよね。プリッと。あっと思ったら U ターン。これがやっぱりスクーターの醍醐味で。これ以上大きくなると、例えばね、やっぱりビッグスクーターっていうカテゴリーがね、あった時には、あれあっという間に U ターンはできなかったのよ。もうで足つきもこっちはいいし、だからスクーターの快適さっていう昔からのスクーターの快適さっていうのを持ちながら、ちょっとおしゃれ、そして通勤快速快適みたいなね、そんなところをですね2つでちゃんと分けて、今ね125のスクーターはね、意外と激戦区なわけですよ。そうですね。一番カテゴリー的に熱いんじゃないかっていうぐらい各メーカー出してますね。でも同じ125の中で2種類のね、こう選択しようっていうことで、やっぱり125スクーターをどういうふうに乗りたいかっていう人がパッとこうちょっと分かれちゃった時に、なるべく同じエンジンでねできるのはいいかなとは思いました。ただね、フレーム違うんだよね。わざわざフレーム変えてる。そうですね。同じエンジン積んでるのに、そこでまたさらになんだろうな、差別化というか、マシンで分けてきてるところがお金かけてるなと思うんですけど、価格差がそんなに大きくないんですよね。そうですね。はい。こちらのアドレス125が27万3900円、そしてこちらのアベニス125が28万4900円と1万1000円差でこちらのマシン選べるので、価格で選ばず使い勝手とかデザインで選べるんじゃないかなと思います。使い勝手は別にどちらも丹田もできるし、スポーティーさとかそういうのもね、基本的にはそんな変わらないんで、やっぱり一番はデザインでしょ。デザインとカラーバリエーション結構あるので、まずそこで気に入った車両を選んでもらうのがいいのかなっていうふうには思っております。はい、小鳥ちゃんどっちを買いますか？そこまでここまでやっといて両方乗るとさらに選べなくなる。でも通勤快速であれば、私はスズキの GSX250R にすでに乗っておりますので、そうなるとだったら通勤快適で休みの日に乗る、近所を移動するアドレス125かなって思います。俺はやっぱりなんだろうな、なるべく手軽におしゃれさというよりは本当にキビキビ走ってほしいので、アベニス125かなっていう感じがしますね。そんな風に視聴者の方にも自分に合う方を選んでいただけたらなと思います。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや東京都内の裏路地だけというよりは、こういう丸の内のめっちゃ人がみんなか、車も人もいっぱい、小道もいっぱい、一時停止、一方通行もいっぱい、で人がもう右往左往道を歩き回ってるから、もうちょこちょこ行くのに、いや125のスクーターね、やっぱこういうところはもう無敵だね。無敵ですね。都内最初会社周辺の都内でも撮りましたけど、その時も便利って思ったんですけど、ここに持ってきてより感じましたし、丸の内周辺でギア付きバイクあんまり乗りたくないなって思うぐらい人が多かったです。本当だよね。でね、その時にやっぱりね、こういった丸の内とか来ると、バイクのおしゃれ度合いはめっちゃ問われる。本当に今回の新型アベニス、より引き立ちますよね。アドレスでこの形になって、なんていうかな、自分の自己主張として、やっぱりいいなと思ったこの形、丸っこい形、ただ単に通勤に使うというよりは、やっぱりね、こういう形で、この丸の内とかね、走るのはおしゃれと思ったし、アベニスも意外とね、俺スーツで走ったらかっこいいと思った。かっこいいと思いますね。普通にバイクウェアだけではなく、やっぱりこういうところだとちょっとね、ビジネスライクなとこで自分のライフスタイルを主張できるかなっていうのは、そういった意味でもこの2種類に大きく分かれたデザインっていうのはもう必要性あるなと思って、だって自己主張の道具になるもんね。そうですね、本当にただの足ではなく、足からさらに一歩踏み出して自己主張の道具、なんかね、
こういうところに来ると、用途がさらに広がるなって感じました。そうね、そういった意味ではね、大きく違う丸い形のアドレスと、とんがったね、ちょっとこうシャープなデザインのアベニスと、まあ両方がちゃんと出たというのは、やっぱりねユーザーをね広く大きく捉えるし、本当ですね、自分を語れるバイクになっているんじゃないかなと思います。はい、なのでね、移動はもちろんなんですけど、ご自身のなんか普段のライフスタイルに合わせて選んでもらえたら、よりこのスクーターの楽しさ、便利さを感じることができるんじゃないかなと、今回ね2日間乗ってみて改めて感じました。はい、走りの使い勝手はね、そんな変わらないです。実際に随分乗り比べて、何回も2人で乗り比べてるけど、やっぱりねデザイン、形、そして色でね、まずは選んでいただくのがいいのかなと思いました。はい、今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。今回試乗した車両については詳細欄にリンクが貼ってありますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。また NSTV 制作委員会へのご参加もお待ち